皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。まずは今回のハイライトからお送りしていきます。サムライチャンネル。前回ね、フューエル1の検証動画を撮った時に、エンジンをね、開けて撮影したんですけど、まだね、その時のね、パッキンが届かないので、もうその勢いでね、今日はね、グリスアップを行っていきたいと思います。まずはクラッチ周りのグリスアップを行っていきたいと思います。ご覧のようにね、ネジ4本で取り外しができますので、このように開けていきます。そうしますと遠心クラッチが姿を現します。クラッチはね、まだまだね、特別大きな摩耗ないので、まだまだ使えそうですね。そしてこのアウター部分も、汚れはね、結構あるんですけど、まだまだね、全然使える状態ですね。黒い粉がね、たくさんついてるので、ちょっとブラシでこすってからブロワーで吹き飛ばしていきます。このマキタのコードレスブロワーは、本当にね、手軽で便利でね、最近こうコンプレッサーを回してね、エアガンでこう飛ばすっていうような作業はね、あまりやらなくなってしまいましたね。そしてクラッチの軸受けのところに、AZ のね、CKM001 をね、塗布しておきます。潤滑剤のね、ちょっといいやつって感じのね、商品ですかね。そして次に、クラッチアウターをきれいにしていきます。で、私のね、このメンテナンスの方法っていうのは、70歳ぐらいのね、元自動車整備士さんのね、家に行ったんですけど、まあ、ひょんなことからね、この草刈り機メンテナンスに花が咲いて、それでやり方をね、いろいろ教えていただいたんですよね。それでその時にね、一番衝撃を受けたのが、このクラッチアウターにね、グリスを塗布するっていうことだったんですよね。そしてその時に、グリスなんて塗ったら、クラッチがね、こう滑ってしまって、仮場がうまく回らなくなってしまうんじゃないですかと、そう質問したんですけど、その方はね、お前は何にも分かってないと。確かにメーカーに聞けば、グリスは塗ってはいけないと。まあそういうふうに言うんだけれども、塗った方がとにかくいいんだと。まあとにかくやってみろと。その代わり、塗りすぎてはいけないよっていうことをね、教えていただいて、それでね、やってみたんですけど、なんかいい感じなんですよね。それ以来ね、このクラッチアウターに薄くね、グリスを塗布するようにしています。それで塗った方がね、なんかこうね、滑らかな感じがあるんですよね。剣道の先生がね、疑いながらもね、人から教えてもらったらまずやってみるんだと。それで良かったら自分で取り入れればいいし、ダメだったらやめればいいと。まあそんな話をね、してくれたのも思い出しながらね、その時はね、もうやってみたんですよね。そしたら意外にも良かったっていうのがね、このクラッチのグリスアップになります。そしてですね、燃料タンクがついていると、意外とね、見えにくいんですけど、エンジン冷却用のね、この隙間というかね、フィンがついてるんですよね。今ね、ちょうどブラシでこすっていたところなんですけど、ここのね、隙間がね、意外と汚れるんですよね。チップ層からもね、離れているのに、なぜかね、ここにね、ゴミが溜まりやすいというのがね、このフィンのところですね。そしてね、反対側にも同様にね、同じような形で、フィンがついているので、そこのところもね、同じように綺麗にしていきます。まあ本当はね、こんなシリンダー剥き出してね、やるような作業ではないんですけど、まあベテランのね、こうメンテナンスをね、やられる方はね、サムライチャンネルどんくさかったなーっていうようなね、感想を持たれる方もいるかもしれませんけど、実は今ね、渾身のネタをね、ちょっとぶち込んだとこだったんで、気づかれなかった方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もう一度ちょっと言いますね。どんくさかったと。いや、さすがにね、自分で渾身のネタと言っときながらね、2回同じこと言うとね、さすがに照れくさいものがありますね。そして燃料タンクもね、結構汚れてるんですよね。燃料タンクにね、パーツクリーナーはあまり良くないようなイメージもあるんですけど、まあね、簡単に落ちてしまうんでね、ついつい使ってしまいますね。そして燃料タンクの固定はね、ちょうどこう挟み込んで止まるような形になっているので、しっかりとね、
ネジの方でね、挟み込んで留めていきます。さて続いてギアケースのグリスアップに入るんですけど、皆さんね、前回の動画から実はちょっとチラ見せしてた部分もあったんですけど、チャンバーのところにもね、ついていた小さなね、草むらステッカー。今回飛散防止カバーのところにもね、つけてみました。これはね、実はギロチンハニーさんからコメントでね、教えていただいたアイデアなんですよね。もちろん有名な吉村をね、オマージュしたこの草むらなんですけど、この草刈り機にね、もうぴったりのね、言葉だなというふうにね、私非常に気に入ってしまいまして、パソコンでね、自作ステッカーをね、作ってみました。このステッカーがあるだけで非常にレーシーな雰囲気にもなりますよね。それではね、ギアケースのグリスアップをしていくんですけど、ここがね、注入口。そして反対側がね、排出口となっています。説明書を見ますと、50時間でね、グリスの補給をしなさいっていう風に書いてありますんで、それをね、目安にやるのもいいんですけど、私はね、もう年に1回ですね、グリスの補給をしていきます。そしてね、このギアケースね、特有のね、症状なのかはわからないんですけど、グリスをね、注入していると、シャフト部分にね、グリスがね、こう抜けてくるんですよね。それを確認するために、ギアケースをね、外してみたいと思います。今見ていただいているように、シャフトのところにね、グリスが結構もうね、溜まってしまっているんですよね。排出口からね、出てはいるんですけど、こっちのね、シャフト側の方にもね、グリスがね、こう出てきてしまうようなんですよね。それなのでね、定期的にね、このギアケースを外してあげないと、いらないところにね、グリスがね、もうたっぷり詰まってしまってるんですよね。今回はね、このぐらいな量なんですけど、ギアケースをね、外さないでいると、結構ね、まだまだいっぱいね、グリスがね、中の方にね、押し込まれていきますね。そして続いてはね、シャフトのグリスアップをしていきます。これもね、元自動車整備士の方に、クラッチのグリスアップに続いてね、このシャフトのグリスアップもね、教えていただいたんですけど、その時にね、まさかこのシャフトが、こんな風にね、スポーンとね、抜けるとは知らなくて、衝撃をね、受けた覚えがあったんですけど、その時に、なんでこんなシャフトの中間にグリスなんて塗るんですかとお聞きしたら、お前は全く分かってないなと。こんなに長いシャフトで動力を伝えれば、ブレるだろうと。だからブレないようにするブッシュみたいのがパイプの中に入ってるんだと。だからそこのところにグリスアップしてやった方が滑らかに回転するんだよっていう風に教えていただいたんですよね。それでね、家に帰ってきて、このシャフトを引き抜いたらね、グリスが切れていて、もうね、摩耗痕が残ってたんですよね。それ以来年1回はね、このシャフトのグリスアップを行ってるので、古いグリスを拭き取って、新しいグリスを塗布して、また挿入するようにしています。それではギアケースにグリスを注入していきます。まずは注入口のね、ボルトを緩めるんですけど、今回ね、排出口のね、この小さなネジがね、もう錆びていて、舐めそうだったので、ネジザウルスでね、掴んで回して緩めました。なんかね、ついてるネジがね、小さくてね、ちょっと貧弱なんですよね。後で同じようなネジを探して、交換しようかなというふうに思っています。それではね、AZ のちっこいグリースガンを使ってグリスを注入していきます。注入するとね、こんな風にね、汚いグリスがね、ドバドバと出てきますね。新しいグリスは、黄色い固めのね、グリスなんですけど、排出口からこんな風にね、黄色い新しいグリスが出てきたら注入を完了となります。そしてこのギアケースね、やっぱりね、このシャフト側の方ですね。こっちの方にもね、グリスが出てきてしまうんですよね。そして余計なグリスを取り除いておきます。取り除いたグリスもね、結
構な量ですよね。少しもったいないかなと思うんですけど、また再利用するのもね、あれなんで、今回ね、このままね、処分しようと思ってます。そして注入口のボルトをね、しっかり締め付けておきます。そして先ほどね、排出口のネジがね、もうネジが舐めそうになっていて、ちょっともうね、再使用ってわけにはいかないので、このネジコレクションの中からちょうどいいのがあるといいのですが、似たようなやつをね、探して、取り付けていきます。こういうね、いらなくなったネジもね、取っておけばね、何かとね、役立つ時もありますよね。それではギアケースのグリスアップが終わりましたので、シャフトの方に取り付けを行っていきます。シャフトの側面にね、一箇所穴が開いているので、そこにボルトが合うようにネジを締め込んでいきます。そして角度のね、微調整をしてから、本締めの方を行っていきます。好みで、ここの角度をね、若干角度をね、つけて固定する方もいらっしゃるようなんですけど、私はね、水平になるように固定をしていきます。取り付けが終わりましたら、しっかりとね、シャフトが回転するかどうか、手で回して確認をしておきます。そして最後にチップ層の取り付けを行うんですけど、今エンジンをね、ばらしてる状態ですんで、本来ならね、ひっくり返した状態で、チップ層の取り付けを行うんですけど、さすがにね、この向きでの取り付けってのはね、やりにくかったですね。それではね、駆動部のグリスアップが終わりました。いや、しかしね、この草むらステッカーなかなかいいんじゃないですかね。下のね、アルファベットのところを見ていただくとね、草むらいと、この侍チャンネルにね、ふさわしい草むらいチャンネル。そんな意味合いを込めてのね、ステッカーでもあるんですけど、非常にね、気に入ったステッカーがね、作ることができました。エンジンに関してはね、まだパッキンが来ないので、当面このままの状態になってしまうかなというふうには思っています。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんからのコメントやグッドボタン、本当に励みになっています。できる限り返信させていただきますので、気楽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思っています。それでは最後までありがとうございました。